ちらの方はやはり水残りが少なく感じます。どうもご視聴ありがとうございます。8ビートチャンネルのビアンです。今回の動画なんですけれども、市販最強ワックス決定戦ということでですね、2つのワックスをちょっと比較していこうと思うんですけれど、選んだのがシュアラスターマンハッタンゴールドジュニアとウィルソンプロックスファイナルです。この2つ、グレード的にも大体同じぐらいで、価格帯もそんなに変わらないいいもので、カルナバーが入っている市販のワックスです。で、こちらはもうシュアラスターマンハッタンゴールドはもうご存知、皆さん知らない人がいないんじゃないかっていうぐらいね、有名なカーワックスです。で、プロックスファイナルの方は、こちらはね、YouTuber さんとかね、結構 SNS とかで評価が非常に高いワックスになってますので、この2つを比較しようと思います。で、なぜこの2つを選んだかというと、オートバックスで買えるからっていう理由です。はい。で、私がもう独断と偏見で選びましたので、この2つの頂上決戦やっていきたいと思います。それではスタート。はい、というわけでですね、もうすでに、ボンネットの方は準備がしてありますけれども、左側に、マンハッタンゴールド、右側にプロックスファイナル、こちらをね、比較していこうと思います。マンハッタンゴールドの方はですね、120ml 入り、プロックスファイナルの方は、150ml 入りなんですけれども、どちらも、カルナバロが入っているという感じで、使い方は普通の通常のワックスで、シュアラスターマンハッタンゴールドは濡れた状態で、スポンジを濡らしてから施工する。プロックスファイナルは特に濡らして施工してくださいっていうことは、書いてありませんでしたので、鑑識で施工しようと思います。大体そうですね、100g あたりの価格に直すとマンハッタンゴールドの方が少し高いで、プロックスファイナルの方が、少し安いんですけれど、それはサイトによってちょっと価格差は出てきますね。で、プロックスファイナルの方は、スポンジ、それからマイクロファイバークロスと保護手袋っていうのがついてます。マンハッタンゴールドの方は、スポンジだけついてきますという感じです。はい。大体価格差はそんなに変わらないんですけれど、どんな差が出るかって感じですね。じゃあまずは運転席側左側にマンハッタンゴールドの方を施工していこうと思います。じゃあシュアラスターマンハッタンゴールドの、開封の方していきます。こう開けるとスポンジが入ってるんですけど、このスポンジを落とさないように注意しないといけないですね。はい。で、ここを使ってバコンと開けると。で、こんな感じですね。で、スポンジをちょっと水で軽く濡らして軽く絞ってからやっていきたいと思います。車が濡れた状態でも施工できますが、今こちらは乾いた状態になってますね。こう、じゃあ付属のスポンジをつけて90度回して施工していきます。縦横でもぐるぐるでもやりたいようにやればいいと思いますので、皆さん自分のやりやすい手法でやっていただければなというふうに思いますね。塗ったら少し乾かして5分10分ぐらいですかね、乾かしてそれから拭き取りの方を進めていきます。はい、塗り終わりましたんで、次はプロックスファイナルを塗っていきたいと思います。はい、ではウィルソンプロックスファイナルですね。スポンジが付属してます。こっちはちょっと白いスポンジですね。すっごいいい匂いするんですよね。これなんだろうと。これをつけて、そこの方やっていきますね。こっちの方がなんか塗りやすいような気がするんだよな。何かわからないけど。
なんかこっちのスポンジの方が僕は好きですね塗りやすいわすごく。夏場でしたら、両方とも5分10分程度乾かして、冬場でしたら2、30分乾かしてからの、拭き取りとなります。プロックスファイナルの方が塗りやすかったな。なんでかわかんないけど。はい、じゃあ5分程度経ちましたんで、拭き取りの方をやっていきたいと思います。まずは、マンハッタンゴールドの方からですね。クロスはちょっとね分けて使いたいと思います。施工性は非常にいいので、マンハッタンゴールドはね、もう皆さんなんだろう、もう、知ってるよって出尽くしてますからね。だいたいこうなんだろうな、 YouTube とか見ても。はい、バッチリですね。ちょっと仕上げ拭きだけしてあります。非常に自然な優しいツヤが出ていますね、ワックス特有の。じゃあプロックスファイナルの拭き取りをやっていきますけれど、仕上げ用クロスっていうのがついてたんで、ちょっと拭き取った後にこちらのグリーンのクロスで仕上げ拭きをしていきたいと思います。じゃあ拭き取りしていきます。こちらも施工性は非常にいいですね。ムラになる感じはあまりない。楽に拭き取れますね。じゃあこのグリーンのクロスで仕上げ拭きの方をやっていきたいと思います。施工が完了しました。では施工が終わりましたので、スリック性を見ていきたいと思います。まずマンハッタンゴールドの方から、普通にきちんと滑りますね。ではプロックスファイナル、大体同じくらいですね。両方とも非常にスベスベした感じで、滑りもいい感じですね。じゃあマスキングテープを剥がしてツヤ感の違いを見ていきたいと思います。はい、じゃあ、ここですね、ここが真ん中境界線になります。で右側がプロックスファイナルで、左側がマンハッタンゴールドです。ツヤの違い、プロックスファイナルの方が若干色が濃いかなぐらいですかね。ちょっとボンネットの色的に分かりにくいかもしれないですけど、どっちもいいツヤが出ているんじゃないかなというふうに思います。はい。はい。ちょっとこれだと分かりにくいかもしれないんで、テストパネルでも施工の方やっていこうと思います。で、こちらは1日くらいちょっと乾かしてからですね、水の方をかけたいと思います。はい、それでは、
マンハッタンゴールドとプロックスファイナル、左がマンハッタンゴールドプロックスファイナルになってます。ここから、耐医薬品性のテストを行っていきたいと思います。まずは撥水から見ていきましょう。これマンハッタンゴールドね。でプロックスファイナル、どちらもいい撥水してますけれど、やはりプロックスファイナルの方が粒が細かく落ちるスピードが速いかなと思います。では普通に洗っていきます。これぐらいでは落ちないでしょうけどっていう感じですよね。両方ともまだまだ撥水は元気ですね。2回目いきます。やはりプロックスファイナルの方がやはりこう弾かれるのが強いですかね。あと水引きのスピードもプロックスファイナルの方が速いかなって感じですね。マンハッタンゴールドの方が粒が大きい感じがしますね。続いて酸性クリーナーをいきたいと思います。全く落ちてる感はないですね。マンハッタンゴールドが少し弱くなったかなっていう感じですけど、まだまだ元気そうです。もう一回これで洗ってみます。全然元気ですね。続いてアルカリマルチクリーナーです。さすがにアルカリだと厳しいですね。普通にマンハッタンゴールドはもうなんか弱っちゃってる感ありますね。一応もう一回修正で洗ってみます。ちょっともうマンハッタンの方は全然こう水の引くスピードがあれですけど、プロックスファイナーは若干残ってるって感じですかね。ただ両方とももうすでに厳しいかなって感じですね。最後とどめのジョイ原液。これするとまあ落ちます絶対ほぼ 100% 落ちます。キュッて言ってますもんほぼ脱脂洗浄みたいなものですけれど、
両方とももうさすがに厳しいですね。ただまあ耐久度合いでいくとやっぱプロックスファイナルの方が若干上かなって感じがしますね。はい、じゃあマンハッタンゴールドとプロックスファイナルの施工から、12時間以上経ちましたので、水の方をかけていきたいと思います。まずはマンハッタンゴールドジュニアの方からいきたいと思います。綺麗な発水ですね。なんかこれ結構強いな。今イメージとしては前よりもなんかすごい強いような気がするんですけど、こんなもんかな。すごく綺麗な発水してますね。続いてプロックスファイナルいきますね。撥水の粒の細かさでいうとプロックスファイナルの方が細かいし水残りも少ないかな。そんな感じですね。こちらマンハッタンゴールドですね。続いてプロックスファイナルいきます。こちらの方はやはり水残りが少なく感じます。撥水の粒も細かいですね。はい、ということで、今回の動画はですね、マンハッタンゴールドとプロックスファイナル市販ワックス最強決定戦ということで、やらせていただきましたけど、まあ最終結果としては私はプロックスファイナルを押したいと思います。というのもやっぱり撥水と施工性の良さ、それからツヤ感もね良かったんで、ツヤに関してはかなり好みも分かれるかなと思うんですけれども、マンハッタンゴールドは自然なツヤ感なんですけれど、私はこういう地のド派手な感じが好きなのでプロックスファイナル選びたいと思います。ということで今回の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ハイプよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。